ご視聴ありがとうございます。今回は東京を走るあの路線で間もなく見納めとなる列車のご紹介です。開業から40年以上経過した今全廃される理由と、その列車の歴史を解説します。異例の短命に終わる車両と、思いもよらない駅に隠された大工事にも注目です。ここは都営新宿線の終点、本八幡駅です。都営新宿線は東京都心を東西に貫く全長 23.5 キロの路線で、西側の新宿駅から先、京王線と相互乗り入れしています。かつては本八幡から東、千葉県営鉄道としての延伸計画もありましたが、最終的に取りやめとなっています。この駅では JR 総武線と京成本線と接続しており、千葉方面や東京東部から都心へのルートとして、南側を走る東京メトロ東西線と並ぶ路線となっています。折り返し乗車防止のため、構内の柱にはこのような掲示もあり、ラッシュ時には一旦ドアを閉めてから再び開ける取り扱いとなっています。東西線と同じく通過駅を有する速達種別もありますが、こちらは先日のダイヤ改正で本数が激減してしまい、数えるほどの本数になってしまいました。ただし、今回の主役はこちらではありません。左右の列車はホームいっぱいに止まっており、新宿線は国内の地下鉄で最長となる10両編成が運行される路線の一つとなっています。都営車の先頭部には10両であることを示すステッカーが貼られていますが、あえてステッカーがあることからもわかる通り、すべての列車が10両というわけではなく、1日に数本、8両の列車が残っています。8両の運用は固定されており、時刻表では丸8のマークで見分けられますが、ところどころにマークが上から塗りつぶされている列車があり、徐々に数を減らしてきたことがわかります。かつては8両の急行もあったようですが、すでに見られなくなっているようです。そう、今回の主役は、間もなく全廃を迎える、都営新宿線の8両運用です。8両と10両が混在しているのでホームドアのステッカーも2種類あり、本八幡駅は列車が中央寄せで止まるため、監視モニターもそれぞれ設置されています。そして8両の列車は朝にも設定されており、朝ラッシュが始まって間もない7時15分発のこの列車が、その一つです。次は9時10分発で、新宿方面については、ラッシュのど真ん中は避けるように設定されています。ホームに入線です。車両の先頭部、向かって右側に、8両の小さなステッカーがあることに気づいたでしょうか。また、アナウンスを取り逃してしまいましたが、入線時には、短い8両編成で参りますというアナウンスが入り、10両とは区別されています。この車両は、先ほど見かけた車両と同じ、10300型と呼ばれる車両。初期に製造された編成のため、他とは先頭部の形状が違います。そして7時15分発のこの列車は、新宿線で女性専用車の取り扱いが始まる最初の列車。新宿寄りの先頭車が、女性専用車です。行き先表示器は、先ほど見かけた編成がフルカラー LED だったのに対し、こちらは3色 LED で、ドア上表示器も異なり、新しい編成が2画面タイプなのに対し、こちらは一段式の LED 表示器だけとなっています。この編成が製造されたのは、平成17年、2005年。実に今から17年前であり、10300型の第一陣として製造された編成の一つです。そしてもちろん、10300型は、開業当初から使用されていた車両ではありません。この列車に乗り、とある駅まで行く間に、その歴史を振り返ってみましょう。都営新宿線が開業したのは、1978年12月。当時運行されていた都営の車両は、開業時に導入された10000型でした。この画像に映っている試作車は4両で製造。量産車では6両と8両の編成が製造され、8両以外の編成は、試作車も含めて後に中間車を新造して8両になりました。6両目と7両目は後から連結されたので、車体形状が違いますね。なお、10000型の車両番号は、ハイフンを挟んで5桁となっています。最初の2桁が形式を表し、ここはすべての車両が10です。ハイフンの後の2桁が編成番号、そして最後が編成内の位置を示しています。編成内の位置は本八幡寄りが0で、反対側に行くにつれて数字が増えていきます。中間車2両を増結して10両編成にしても車両番号を変えなくて済むよう、3と4が欠番になっていました。10両での運行が始まったのは、
1981年9月、80年3月には新宿線が岩本町から新宿まで開業し、京王が乗り入れのために建設した京王新線を介して、京王線との直通運転が始まっていました。ただし10両で運行されるのは京王の車両のみで、岩本町よりも先、元八幡までは最長6両対応だったこともあり、京王の車両は8両で乗り入れてくるものも含め、岩本町で折り返していました。その後、新宿線の各駅は10両対応になりましたが、10両で運行されるのは京王の車両のみで、都営車は8両のみでした。都営車の10両編成が初めて運行されたのが、今から12年前の2010年6月。新宿線の全駅が10両対応したのは87年12月でしたが、都営車の10両化は、それよりもかなり遅くに始まっているのです。なお、1万型は2018年まで運用されていましたが、結局10両で営業運転することはなく、欠番込みの車両番号も活かされることはありませんでした。ただし現在では大半の列車が10両になり、都営車もほぼ全てが10両となっています。時刻表でマークがつくのは8両の方になり、1日数本のみが残っています。元八幡では多少空席があった列車も、次の篠崎から満席になり、乗車率はどんどん上がります。高架駅である4駅目の船堀のあたりで、ドアの間の部分は大半が埋まり、通勤ラッシュの序盤の列車とはいえ、乗客の多さが伺えます。ただし、新宿線が最も混雑する区間は、半蔵門線と接続する住吉の手前、西大島、住吉間です。都心の真ん中を貫く路線ではないので、意外と手前で他の路線へ乗客が流れ、混雑は和らいでいきます。元八幡を出て44分、京王線との接続駅、新線新宿に到着です。やはり新宿駅とだけあって多くの乗客が入れ替わりますが、この新線新宿駅のホームとは別に、行き止まり式の京王線新宿駅があり、双方のホームが離れているため、乗り換えには時間がかかります。時代の流れに翻弄され、魔改造の歴史をたどった京王線新宿駅の動画もありますので、概要欄から見てくださいね。そしてこの列車は、3駅先の笹塚行き。この先私が向かうのは、新宿線の重量化に深く関わってくる駅なのですが、それは新宿線の駅ではなく、乗り入れ先の京王線の駅なのです。列車は2駅隣の幡ヶ谷を出て、京王線の上下線の間に入り、終点の笹塚に到着です。都営新宿線は元八幡から新宿までを結ぶ路線ですが、京王線との乗り換えが便利なのは、3駅先にある笹塚の方です。新宿では京王新線と京王本線のホームが離れているのに対し、笹塚は2面4線の構造であり、対面乗り換えができます。このような事情もあり、1時間あたり11本ある列車のうち、新宿行きは2本、笹塚行きは3本と、笹塚行きの方がわずかに多くなっています。上り方面は京王線名物の団子運転も見られ、ラッシュが本格化する時間帯だけに、対面乗り換えできるのはありがたいですね。到着した列車からは、隣のホームに並ぶ乗客の姿が多く見られます。ちなみに左側の車両は、京王線の最新型、5000系です。朝の上りは有料座席指定列車がありますが、一般列車にも充当されています。乗り換え客が多いため、ホームには先発と自発の整列位置が、それぞれ4列ずつ示されています。そして、新宿線の8両編成が減少していた理由は、この笹塚駅のさらに先にあるのです。この駅の下り方には、京王本線の間に収まる2本の留置線があります。そしてこの駅の先で京王本線は高さを下げ、上下線が並びます。この時、下り線のカーブが留置線に食い込むため、かつては向かって右の北側が10両対応、南側が8両対応となっていたのです。輸送力増強のために車両の増結が計画される中、この留置線がネックになります。この状況を改善するため、2010年、留置線の手前にあるダブルクロスポイントを駅寄りに移設、南側の留置線を10両対応にする工事が行われました。移設後のダブルクロスポイントは、内側線と外側線をつなぐポイントと重なっており、分岐の途中からもう一方が分岐する、複分岐と呼ばれるものになっています。関東の私鉄ではあまり見られないタイプの分岐器だけに、ギリギリで収めたことが伺えます。分岐器の移設は、まず複分岐のところを先に交換し、残りを後からまとめて交換する手順で行われました。大掛かりな工事のため夜間では施工しきれず、
日中も工事が行われました。留置線が使えないので折り返し列車は京王線内に入り、桜上水や八幡山などで折り返し、本数も減らされた臨時ダイヤでした。前面展望を見ると、内側線から外側線に出るポイントの向きがすぐ先で戻されています。外側線のポイントの位置を変えず、かつダブルクロスポイントで転線する列車と接触しない位置を模索したようです。なお、留置線の終端部の位置を変えずにダブルクロスポイントを手前に移したため、北側の留置線は12両分ありましたが、その後の高架化工事に伴って10両分に短縮され、留置線の長さは揃えられています。都営車の10両が初めて登場したのはこの半年前であり、輸送力増強が必要となっていた中、留置線の延長で10両化は加速していきます。この時10両化されたのは、10000型の置き換えのために2005年から導入されていた10300型の一部の編成。新型車両への置き換えに伴って都営車の10両化が進み、8両は年を追うごとに数を減らしていました。一方の京王車は、2006年3月に10両固定編成である9030系の運用が始まり、2007年9月にはこの形式に統一されたことで、8両の運用が消滅しています。中盤でご紹介した最混雑区間の2019年度の混雑率は 159% でした。一方、都営車の10両化が始まる前の2008年度は 173%。両数を増やしたことで混雑が緩和されたことが数字にも表れています。そしてこのほど、新たに都営車に10両編成が導入されることになり、これによって新宿線内の10両化が完了することになりました。最後まで残っていた8両の運用は8月10日で終了し、8月11日木曜日から全車が10両編成での運行になります。なお、この日はお盆休みの関係で土休日ダイヤとなっています。そしてこれは既存の8両編成に2両を増結するのではなく、10両編成の新増車と置き換える方法が取られています。置き換えられる編成は17年程度で廃車となる見込みで、在来線としては短命な車両になりそうです。また、見た目や中身は違うものの、同じ形式同士で車両を置き換えるという珍しい事例です。最初の区間の開業から44年近い歳月を経て、新宿線は10両編成に統一されます。同じ都営地下鉄では、三田線でも両数が増やされている最中ですが、新宿線のホームドアに付けられている長短2種類の停止位置案内や、ホームの床に設置されている案内などは、それより早く姿を消すことになりそうです。ホーム床面の案内には、すでに廃車となった車両が車号入りでイラストになっているものもあります。記録はお早めに。ご視聴ありがとうございました。